皆さんこんにちは、ずんだもんなのだ。前回のルール解説動画を見てくれた人はありがとうございました。この動画が初めての人は初めましてなのだ。このチャンネルではガンダムカードゲームを広められるよう様々な解説をしていこうと思っているのだ。そんなわけで今回はデッキ作りを中心に解説していこうと思うのだ。デッキの作例や現行のカードの入手の仕方についても少し触れていこうと思うので、ぜひ最後まで見ていってほしいのだ。それでは早速解説を始めるのだ。まずはデッキの構成についてなのだ。先に大前提をお話ししておくと、この解説は得た環境のうちでの解説で、さらに絶対にこれが正解と言えるものはないということは理解しておいていただきたいのだ。あくまでガンダムカードゲームをがっつりやり込んでいる投稿者の持論ということにはご注意いただきたいのだ。前回お話しした4種類のカードを何枚ずつ、コストをどれくらいの比率でといったバランスの部分をお話しするのだ。まずは公式が出してくれているおすすめの種類比率をお見せするのだ。この枚数でも戦えないことはもちろんないけど、僕としてはちょっと枚数の比率について公式と意見を違えてしまうのだ。実践経験に基づく判断なので、理由も含めて解説していくのだ。まずはユニットカードの枚数なのだ。公式からのおすすめでは25から28枚と言われているのだ。ここはちょっと僕的には少ないと感じるのだ。現在のベータ環境のカードプールは狭いので、ユニットによるテンポの取り合いがとても重要というか、それが大部分を占めているのだ。そうなった時に25から28枚では少し心細いのだ。僕的には30から34枚くらいでいい気がしているのだ。その中でもレベル3以下のカードを16から20枚入れることを公式からもおすすめされているのだ。これは公式の言うことを僕も全面的に支持するのだ。高コストのカードを使いたいのなら、それまでに低コストのカードで盤面を整えておかないと高コストの強いカードも強く使えないのだ。少し付け加えるなら、コスト2以下のカードの比率を高めておくとよくて、コスト1のカードも多めに入れておきたいのだ。これは1ターンに展開できるユニット量の問題で、多く展開すればするほど次のターンに取れる選択肢が増えるからなのだ。アクションカードを使うためにコストを残すのはその限りではないのだけど、そうでないならコストは使い切れるに越したことはないのだ。そのために2コストと1コストのカード、特にユニットは多めに入れると良いのだ。次にパイロットカードの枚数についてなのだ。公式からは6から8枚という枚数を提示されているのだ。ここはちょっと公式との見解が僕の中で大きめに違うのだ。僕はパイロットカードは10から12の間で調整するべきじゃないかなと思うのだ。僕はパイロットカードはリンクユニットを作ったりして盤面の不利をひっくり返す逆転のためのカードだと思っていて、パイロットカードを少なくしすぎると、一度相手に握られたペースを返す手段がなくなってしまうことが多いのだ。なので僕としてはデッキに入れるユニットにリンクできるパイロットを中心に10から12枚デッキに入れることをおすすめするのだ。次にコマンドカードの枚数なのだ。ここはかなりデッキによってしまうので、一概には言いにくいのだ。公式からおすすめされているのは8から10枚なのだけど、ユニットでのテンポ取りを重要視するなら4枚とかでいいと思うし、もしコマンドでの相手の妨害を重視したり、コマンドをたくさん使うことによって強化されるカードを中心にデッキを組んでいるなら10枚でもありな気がするのだ。現状では強力な除去のコマンドやコンバットトリックのコマンドがほぼないので、必然的にドローやルッキングのコマンドばかり使われるのだけれど、プロ的にドロー系のコマンドが使えなかったりするデッキもあるので、そういうデッキはコマンドの数が必然的に少なくなるのだ。なので4くらいを最低値として、どれだけ強力なコマンドを入れられるのかで10くらいまで調整すればいいと思うのだ。次にベースカードの枚数なのだ。公式は4から6枚を推奨しているのだけど、僕もこの意見に同意するのだ。細かいことを言うと、僕はデッキの色の中で使える強力な1種類のベースカードを4枚入れてそれでいいと思ってはいるのだ。だけど
ベースカードは入れれば入れるほど速攻デッキに対しての耐性が上がるのだ。ガンダムカードゲームのアグロデッキはスタッツは小さいけど小粒のユニットをたくさん出して HP 1のシールドをバリバリ割っていく戦い方が主流なので、その計算を高 HP のベースカードは大いに狂わせてくれるのだ。なのでどれだけアグロデッキに対する耐性をつけたいかによってベースカードの枚数は変わってくると思うのだ。4を基礎枚数として少しずつ足していくかどうかで調整すればよいと思うのだ。最後に公式の推奨枚数と僕の推奨枚数を並べておくのだ。こうして見るとユニットとパイロットの差が大きいのだ。これは僕が現状のベータ環境はユニットでのテンポの取り合いがほぼ全てと思っているからなのだ。なのでここから先いかようにも変わってくると思うので、結局は高度な柔軟性を維持しつつ臨機応変に対応していくのがいいと思うのだ。次に角色の特色を解説するのだけど、現状ガンダムカードゲームのベータ環境には青、緑、白の3色しか存在していないのだ。一応公式がイベントで体験させてくれているデッキの中に赤があって、6月からは公式のイベントでも使っていいらしいのだけど、それは補足程度に後で説明するのだ。色の種類だけ説明したら先にガンダムカードゲームのデッキ構築の色制限について解説しておくのだ。ガンダムカードゲームのデッキ構築はデッキに入れられる色は2色までという制限があるのだ。その代わりにリソース似たのカードゲームにおける色マナのような概念がなく、色事故に悩まされることはないのだ。つまりちょこっとだけもう1色混ぜることにリスクがないので、ほぼ単色で組む意義がなく2色デッキになることがほとんどなのだ。つまり現状のベータ環境では青白、青緑、緑白の3パターンしかないのだ。それを踏まえてもらった上で色ごとの解説をさせてもらうのだ。それではまず青からいこうと思うのだ。青は今のところ原作勢力の初代の地球連邦軍、ウィングの地球軍サイド、ユニコーンの地球連邦軍が収録された色なのだ。このうちウィングの地球軍サイドはまだベータ版では収録されていないのだ。公式からの発表で参戦することは確定しているのだ。ゲームとしての青の解説をするのだ。青は基本的には防御に優れていて、ユニットの受けたダメージを回復する効果を多く持っていたり、 AP より HP の高いユニットを多く有しているのも特徴なのだ。さらに相手のアクティブ状態のユニットをレストさせる効果を持つカードを角色で唯一持っていて、その効果で盤面のアドバンテージを取ることにも長けているのだ。さらに現状唯一の単純に手札を増やしてくれるコマンドカードを有しているのも青なのだ。これらの理由からベータバージョンではほとんどのデッキが青を入れているのだ。当然これが強い手カードも多くあるのだけど、それはいずれ単品のカード評価動画を上げる際にでも言及していこうと思うのだ。次は緑を解説するのだ。緑は今のところ原作勢力の初代のジオン軍、ウィングのコロニー軍サイドが収録された色なのだ。ゲームとしては青とは対照に攻撃的な特徴を持っている色なのだ。 AP が HP より高かったりするユニットが多いので、相手のユニットを一撃で撃破しやすく、ユニット同士の盤面の取り合いの際に有利な交換に持ち込みやすいのだ。一度テンポを奪えてしまえばなし崩し的に勝負を決めてしまえるような攻撃性を持っているのだ。特徴的な能力として今の時点では唯一突破という能力を持つユニットがいる色でもあるのだ。突破は相手のユニットを撃破した際に突破に表記されている数字の分シールドエリアにダメージを与えることができるのだ。最大のものでは突破棒を持っているので現存する全てのベースカードを破壊できたりするのだ。ただ突破の真髄はベースカードにダメージを与えるというよりもベースがない相手への体力削り性能なのだ。シールドカードの HP は1なので突破が1でもついていれば盤面確保をしつつ相手の体力を削ることができるのだ。もう一つ、いわゆるランプの戦略が取れる現状唯一の色なのだ。マナ加速をするカードを有しているのでコストの高いカードを早く出せるという可能性を秘めているのだ。カードプールが広くなればなるほど重要になる要素なので今後も注目したいのだ。
次は白を解説するのだ。白は今のところ原作勢力のシードの地球連合側水星の魔女の学園の勢力が所属しているのだ。ゲーム的にはブロッカーの能力を有しているカードを持つ色になるのだ。ブロッカーを生かして攻撃されたくないところを守る立ち回りをしたりできるのだ。ユニットの方向としては青に近く比較的防御寄りのスタッツのユニットが多い印象なのだ。もう一つは相手ユニットを手札に戻す効果が多いのだ。相手の HP を参照して一定以下だとバウンスする効果を持つカードが多くあるのだ。簡易的な除去でもあるため結構重宝する効果なのだ。最後にもう一つ手札を入れ替える能力を持っているのだ。リンクユニットを作るために特定のカードのペアを揃えたりする必要が多くあるゲームなのでルーティングは重要なのだ。全体的に安定感のある色であると言えるのだ。最後に少しだけ赤を解説するのだ。赤は原作勢力のネオジオンやシードのザフとの勢力が割り当てられることが確定しているのだ。ゲーム的には直接ユニットにダメージを与えるカードが多い印象なのだ。今の少しだけ公開されている赤のカードを見る限りはコマンド多めで戦っていく色という印象を受けたのだ。この先情報が公開されていけばもっといろいろなことがわかるので分かったらその都度動画を作るかもしれないのだ。余談程度ではあるのだけど新情報が公開されて鉄血のオルフェンズが入っている紫がいずれ参戦することが確定したのだ。これから増えていくであろうカードプールを考えるとワクワクするものなのだ。ここからは2つほどデッキの作例を紹介するのだ。まずは僕が最もよく使う青緑テンポのデッキなのだ。テンポよくユニットを出していくことに主眼を置いているデッキなのだ。ユニットの数と質を対戦相手に押し付けて盤面を取りフィニッシャーとしてレジェンドレアのウィングガンダムとヒーローを出して制圧していくことを目的としているのだ。構築の枚数のところで語った通りベースとコマンドはかなり少なめに抑えてあるのだ。その枠の分のユニットでテンポを相手に渡さずにガンガン攻めるのだ。もう一つ青白コントロールデッキなのだ。まだこのゲームにおけるコントロールとは何かが定まっていないのでハテナがついているのだ。パイロットが多めに入っているのが特徴で青緑に比べるとレベルの高いユニットも多めに入っているのだ。強力なブロッカーユニットにパイロットを乗せて質で相手を封殺しにかかるデッキなのだ。作例2つを見て察するかもしれないけど現状僕はかなりコマンドの価値を低く見積もっているのだ。でも新情報で強そうなコマンドが多く発表されているのでこれからに期待なのだ。ここからは現状ベータ版のカードの入手の仕方について軽く説明するのだ。ベータ版のボックスは定価7700円でプレ版から予約できていたのだけれどさすがにもう終わってしまっているのだ。現在手に入れようと思ったらまだ在庫を持っている店舗で買うか棒フリマサイトにもそれなりに出ているのだ。けど7700円より高く買うくらいなら売ってくれる店舗を探した方が絶対に良いのだ。安くデッキを組もうと思ったらシングルを売ってる実店舗が近くにあるならそこでシングル買いをするか。秋葉原にある店舗なんかだと通販でシングル買いできるところもあるのでそういうところで注文したりすると良いのだ。最も高いレアリテイのレジェンドレアは少し高くつくけどそれでも1枚1000円くらいなので1万円あればほぼデッキを作ることができると思うのだ。きちんとした店舗で買えるのが一番安心なのだ。これで今回の解説は以上なのだ。前回よりさらに踏み込んだ内容の解説になってしまったけどちゃんと解説できていたのだ。ここが分かりにくいといったご意見やもっとこういうことを教えてといったご要望はどんどんコメントしていってほしいのだ。次回以降の参考にさせていただくのだ。次の動画は現在のベータ環境のカードのティアリストか勝つための実践論を語る動画かどちらかにしようと思っているのだ。
もしこっちの方がいいといったご要望があれば遠慮なくコメントで教えていただきたいのだ。それではここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、ニコニコはいいねやマイリスをどうかよろしくお願いしますのだ。またねなのだ。